アイドル昼間やってるようなやつがこんなとこ来やがってねえみたいな。嫌じゃんそれ、後輩が今からすんの。もっと早く成功すりゃいいじゃんそんなもん。コアが俺と一緒にやることには意味が存在するなと思ったんです。GQ ジャパンをご覧の皆さんこんにちは、スカイハイです。今回は自分の人生において大切な曲を紹介していこうということですね。 GQ プレイリスト of my life 2022年どんな感じなんでしょう。レッツゴー。最初の曲はリップスライム雑念エンターテインメント。雑念エンターテインメントに関しては音楽の原体験として相当強烈なものがありました。自分が知っている音楽とは全く違うアートフォームを持たれた方々、ビジュアルも含めてルックスも含めて、なんだこれは面白いぞと思い、それで雑念エンターテインメントを散々聞いて、コピーですよね。僕がペスのパートをやりとか、メインはどれでもいい、こだわらん方が本物っぽいね、乗っかるか落っこちかつかやっぱいきなりスーパースーターツーターってならおととい来い、手上げてみんなほらパーリーボーイ、あっからすまなばっかさっかげん、明日までならまたワンスゲン。人生とか生活における音楽の位置が大きく変わったっていう感じがしますね。で中学校で文化祭とかも始まるんで、ステージに立つこととかもなんかこう全てが身近になったんですね。リップスライムになんか身近にしてもらった感じ。本当に音楽だったりパフォーマンスだったりラップミュージックだったり全てを、それはすごい原体験として強烈にありますね。続いての曲はグリーンでマイノリティ。もう中1からドラムをハマってめちゃくちゃずっと叩いてたんですけど、僕中学2年生でこの頃くらいにビリー・ジョーに憧れて髪の毛をツンツンにしたりとか、僕はもう中学時代に音楽に痛くハマったんだよな。全ての好奇心がもう爆発していた時期で、中学2年生とかの頃の僕は特に目に映る全てから何かをこう吸収しようとしていたような気がする。必然的に家に帰るのも遅くなったりして、渋谷っていうカルチャーに惹かれたりで、ダンスも始めた頃だし、でもその中でも中学生段階だとやっぱドラムへのハマり方は異常だったかな。面白いよね。往年のスターがビリー・ジョー・アームストロングなのに、楽器としてはドラム、歌唱法としてはラップを主に好むっつうか、なんだろう、別に好きになるものと自分に向いてるとか自分のアートフォームはまた別の話だしね。そんなもんなんだろうね。続いての曲はスヌープドッグビューティフルフィーチャリングファレル・ウィリアムス&アンクルチャーリー・ウィルソン。スヌープもそうなんだけど、この頃のファレル・ウィリアムスおよびネプチューンズのプロデュース作品に本当に食らいまくっていたなという記憶がすごいあります。でファレル・ウィリアムスの楽曲、プロデュースしてる楽曲を聴くたびになんか自分のやりたいもの全部あるんじゃねえかっていうのがすごいあったんだよな。 NERD もそうだけど、ドラムもラップもダンスもそこには全てがあったな。文脈も込みで音楽も楽しみ出した時期だったかも。ファレルのインタビューとかも読み漁りまくって、なぜそれが生まれたのか、そしてなぜファレルはこんな音楽スタイルになったのかとか、本能的衝動的だけじゃなくて体系的にも音楽を好きになったのはここからだと思いますね。スタイルに相当な影響を与えていただいたし、本当にプロデューサーになろう、音楽をやろうっていうか、それがやりたいって心の底から思うようになったのはファレル・ウィリアムスのおかげですね。音楽作る人になろうってなんか決心ついたっていう感じじゃないですか。それまでは好きだからやってるだけなんで、ドラムにしろラップにしろなんか好きだからやってるっていうだけだったやつを楽曲を作って世の中に出そうってマジで思ったんだと思う。続いての曲はタリブ・クエリ、ゲットバイです。
音楽を作る人になりたいながビューティフルだったとすると、ラッパーになりたいながゲットバイだった気がするなと思います。ビューティフルまでの自分は基本的に多分歌詞より音をずっと聞いてたんだと思うんですよね。ゲットバイはなんかリリックを初めて読んじゃったよね、もう自分の目に映ってるものをよりリリカルで映像が浮かぶようなもので自分のメッセージ、自分の言葉として社会に投げるというのはこれがラッパーの仕事なんだなっていうのをすごい思った。あの頃の自分の知的好奇心の走り方、完全にヒップホップのみに走ってたなと思います。一人暮らし始めてクラブ通うようになってヘッドホンから流れてたのはやっぱゲットバイが象徴的でした、自分の中では。続いての曲はルーペ・フィアスコ、アイガッチャ。ベストソングエバーというかベストソングですいやベストソングですね。ビートの特質性、フィジカルに体を踊らせてくる感じ、隙間の美学、流れるように踊るフロウ、完璧じゃないかっていう、そんくらい好きだから5年に1回とか10年に1回とか1年に1回くらいどんどんペース短く1年に1回くらい誰かにレコメンドするんですよ、アイガッチャを。やっぱこの曲が俺一番好きかもみたいな感じで聞くとめちゃくちゃかっこいいんですよね。いつ聴いても21、2、3、とにかく週5くらい、仕事もしてたけど週5くらいでクラブ通ってて、であとの週の2日何やってんのって言ったら曲を作ってるわけですよ。そういう暮らしをしていた。クラブでギネスレコードのコロスケさんって人と一緒にイベントやってて、でコロスケさんレコヤの店員さんだったからプロモ版とかが早く届いたりしてリリース前の曲とかかけるんですよ、たまに深夜3時とか4時とかに。その時間も超ご褒美で、何せ覚えてるのはアイガッチャが初めて流れた瞬間に全身の細胞が暴れ出した。初めてクラブでかかったの聞いたとしても、聞いたことあるかないかって多分1小節は最低でもかかると思うんですよね。いや初めて聞いた曲だみたいになると思うんだけど、もうジャッジャッの段階でなんだってなったんだよね。お得意のファレルイントロですよ。うわーってなって、もう死ぬまでになんか初めてアイガッチャ聞いた時くらいの興奮を自分でしたい。曲できるといつも興奮とか達成感とかすごいんで、その時やっぱ最高に気持ちいいわけですよ。そのどの気持ちよさよりアイガッチャ初めて聞いた時の方が興奮したから、なんか自分の曲であの時と同じくらい感動とか興奮とかしてみたいなっていうのはなんかあるかな。続いての曲はミュージカルハミルトンからアレクサンダー・ハミルトン。BMSG 設立してやっと本当に自分になれたという感じはすごい強くあって、初めてアーティストとしての自分のやるべきこととか、スタイルが本当にやっと見つかったって感じなんだよね。これは遅いことなんだけど、35とかになってやっと自分のスタイルが見つかったり、とにかくそこまで長く苦悩しながら多分戦っていたんだと思う、そんな5年前くらいの自分のライブ、 LA で一回ライブやった時があって、その時にアメリカ人のとあるレコード会社の偉い人みたいな感じなんだけど、なんかすごいいやまるでハミルトンも見ているみたいだったよって言われて、日本でも見れるようになってすぐ見たんだよね。そしたらめちゃくちゃ食らっちゃって、ラップミュージックが生んだエンターテインメントの形として、最高にエンターテインされちゃったわけですね。要は楽しまされちゃった。しかも感情を直接揺さぶっていただいて、ハミルトン見てるみたいって言ったけど全然違うじゃんと思ってむしろなんか本当にいつかこれを作りたいなって思って探している、目指すべきエンターテインメントの形っていう感じ。最後にお届けするのはソバーロックリミックスフィーチャリングスカイハイノベルコアの作品です。誰
BMSG 設立時の心境が割となんか込められてんのかなって思うし、楽曲のどういう部分か分かんないんだけど、何かしらのワクワクが込められてて何も成し遂げてないんですよ。で成し遂げようぜだけずっと言ってるんだよね。そのみずみずしさみたいなのがマジでティーネイジャーみたいで、コア当時リアルティーネイジャーだったから当然かもしれないんだけど、その時のバイブスにグググッと戻ったんだよね多分。 BMSG 設立によって高校生くらいからの夢だったので、好きな音楽を作って、志を共にする人、人生を共にしていくっつうのはやりたいなってやっぱ思ったんだと思うんだよね。で出自もさやっぱ特殊っちゃ特殊だったんですよね。アイドルファンにはさそんなの嫌われるしさ、なんかラップとか感想でゴソゴソ言ってんの意味わかんないんだけどみたいなの、ラップの方行ったらアイドル昼間やってるようなやつがこんなとこ来やがってねえみたいな、ロックシーンとか呼ばれるようになるんですよ。それでもなんだかんだ結果出して、そしたらなんか両方じゃん。アイドルの側面から見てもアイドルかよってなるし、ラッパーの側面から見てもチェケラッチョかよってなるし、アティチュードやスタンスを磨くっていう意味でもアーティストとしてどんどん成長していってるし、結果そのフィールしてくれるいろんなところのいろんなアーティスト、先輩も後輩もたくさんフィールしてくれる人がどんどん増えていったんだけど、心の底から安心できる瞬間っていうのはやっぱもう訪れずですよずっと。でノベルコアはやっぱ割とその似ているなと思ったり、環境とか境遇にシンパシーを感じちゃったことが自分にとってはすごく悲しいことじゃないそれって。こいつこれからそんな思いしなきゃいけないのみたいな。嫌じゃんそれ、後輩が今からすんの。もっと早く成功すりゃいいじゃんそんなもん。俺今ならそれ手伝えるのかもと思ってこういうのやるんだよねみたいな、来ないみたいな、焼肉食べながら行きますって言うから、あそっかよろしくねってこの時代にレーベルに所属する意味ってそんなないことが多いけど、コアが俺と一緒にやることには意味が存在するなと思ったんです。アイコンとして早く広く届く存在になるべきだし、手伝えるわそれって思ったんだよな。そんな感じです。以上が私の人生のプレイリストです。皆さんいかがだったでしょうか。なんか違うタイミングがあったらなんかまた違う絞り方して選ばせてもらいたいなと思うし、自分のことなんてやっぱ自分が一番よくわかんないんですね。19プレイリストオブマイライフ、スカイハイでした。またお会いしましょう。バイバイ。